加田由紀子君。ありがとうございます。碧水会の加田由紀子でございます。先ほど宝議員が夫婦別氏制度のことを、これまさに明治以来の民法を背負っている今の日本の問題だと思います。最新のニュースですけど、昨日3月23日、滋賀県議会では夫婦別氏制度を進めてほしいという意見書が賛成多数で採決されました。そのこと、47都道府県の中で6件目と聞いております。また市町の議会では56件ということで、だんだんにまさに地方からもこの夫婦別氏制度を、選択させてほしいという切実な願いがあるということをまずお知らせさせていただきます。それから2点目の、まさにこの民法で家制度が大変大きな影響をいまだに引きずっている、先ほどの山添議員のお話を伺ってますと、刑法でもまさに家父長制の家制度で、性行為に同意を求めないというようなことが刑法にまだ残っていると、これも現代社会においてありえないことではないかと思っておりまして、明治以降の明治民法あるいは家父長制度がいかに私たちの家族生活あるいは日常生活に深く入り込んでいるかということを思い知らされております。それから大変悲しいニュースが今朝方ございました。東京の武蔵野市で10代の兄妹がお母さんから殺されるという、中学校1年生の長男13歳、長女小学校4年生、お母さんはタイの方で、国際結婚だったということで、これも離婚協議の中で子どもを自分の手元に置けない、次の詳しいニュースをもっと調べないといけないんですけれども、どうもタイの方に帰れと言われて、子どもは家の子だから旦那さんの方で取るんだというところで、かなり追い詰められたんだと思います。大変痛ましいあってはならないことだと思いますけれども、このお母さんの思いを、少し復縁しますと、この法務委員会でも言わせていただきました金子みすゞ詩人でしたけれども、昭和5年に夫の方に子供を取られて、それで親権が取れないということで服毒自殺をしてしまった金子みすゞさんのことを思い起こして、本当にこうやって家族の問題というのはまだまだ根が深いんだということを感じております。先ほど今日も朝から、小野田議員が養育費のこと極めて分かりやすく書いていただいて、本当に養育費を確保するのは大変なんだなということでフローチャートで示していただきました。私も相変わらずですが、この子どもの親権問題について質問させていただきます。毎回申し上げているんですけど、21万人を超える子どもたちが父か母かどちらかということで片親ロスになってしまう、離婚後。こういう中で、まずは今日は日本の家事事件で大きな役割を占めております日本弁護士連合会のここ10年の変化を少し勉強させていただきました。例えば2009年に日本弁護士連合会60周年記念誌には、両親の離婚が子どもの精神面や心理面への影響が大きく、子どもの権利が脅かされる場面が多いとして人権問題として提起されております。そして離婚後の親権については、共同親権の実現に向けた取り組みということで、単独親権のみを定める民法が実情に照らしてもはや相当とは言い難く、日弁連では2006年以降3回にわたってシンポジウムを開催するなど、共同親権を実現するための法改正に向けて継続して調査研究を進めているという記述が2009年の日弁連の60周年の記念誌にございます。その後10年経って2019年の70周年誌を見ますと、実はこの
共同養育や共同親権、一言も触れられておりません。もちろん民法766条、これ2011年に改正されますけれども、養育費と面会交流については触れられておりますが、この共同養育、共同親権については一言も触れられておりません。一方で、ハーグ条約については、これ2014年から発効しておりますけれども、そこについてはかなり詳しく記述がございまして、2018年5月に日弁連メンバーがフランスを訪れて、シンポジウムをやったり、それから調査研究をしたというような記述がございます。その中に、例えばフランスは大陸法系の国として日本と類似の制度を持つという記述があるんですが、これは家族法の専門家としてあらと思うんですが、日本とフランス、そういう意味では家族法は類似とは言い難い、大変大きな違いがあるとは思います。そういう中で法務実務を担っている離婚問題に直面する父母や子どもたちの頼みの綱が弁護士さんたちでございます。日弁連の議論の方向を見ますと、この共同養育、共同親権というのは大きく後退をしているように見えます。一方、今家族法制の見直しを進めている法務省の方向性がございますけれども、少しずれがあるのではないのかと見えるわけでございます。もちろん日弁連さんは独立した民間機関ですから、法務大臣が意見を言うような、お立場ではないかもしれませんが、やはり社会的な合意形成ということで見ていくと、ご自身も弁護士であり法曹介護出身の法務大臣のご意見を伺えたら幸いでございます。森法務大臣。離婚後共同親権制度の導入の是非をめぐっては、法曹界、日弁連の中にもさまざまな意見がございまして、また法律専門家だけでなく、実際に離婚を経験された方をはじめとして、社会の中にも多様な意見があると承知しております。家族法研究会は、法律の専門家や法律家、法律学の研究者を中心に構成をされておりますが、多くの方が納得することができる議論となるように、先日も私から法務省の担当者に対して、実際に離婚を経験した父母の方々や、心理学等の研究者から十分に意見を聞くようにと、そうして検討を進めるように指示を出しました。多様な意見がある中での合意形成でございますので、意見の調和を図ることは容易な作業ではございませんけれども、さまざまな意見にしっかり耳を傾けて、家族法研究会において、この問題も含め、充実した議論がされることを期待しております。加田由紀子君。ありがとうございます。前向きに研究、そして合意形成に向けて動いていただいていると理解をしております。そういう中で日本国内で横行しております子どもの連れ去り問題、実施誘拐と言われておりますけれども、この海外からかなりさまざまな意見がございます。日本政府、ハーグ条約に対しても動きが鈍いのではないのかというような懸念も表明されておりますけれども、昨年の秋、日仏議連でフランスのピック駐日大使にお会いをしました。で、ピック大使は日本の単独親権がハーグ条約で問題になっている子どもの連れ去りを許していると、また国連の児童の人権条約にも違反していると言っておられました。ちょうどこの3月3日に森法務大臣、フランスのピック駐日大使と会われたということでございます。フランス大使館のツイッターでは、日仏間の司法協力と子どもの権利条約で計画されているように、離婚した場合に子どもは両方の親に面会できるという原則の実現を再確認するために森法務大臣に会ったと記載がございます。この時片親親権問題などについて具体的にどのような議論がなされたのでしょうか。公表できる範囲で結構ですけどお願いいたします。森法務大臣。本月の3日に、法務省にローラン・ピック駐日フランス大使がおいでくださいまして、さまざまな意見交換をいたしました。京都コングレスをはじめとしてですね、本当にもうさまざまな
数えきれないぐらいですね、今ちょっと、思い出してみてもですね、多くの話をした中で、その一つとして、共同親権制度についても意見交換を行ったものでございますが、個別のやり取りの詳細については、相手方との関係もありまして、この場でお答えすることは差し控えたいと思います。加田由紀子君。ありがとうございます。ピック大使ご自身の方は、この離婚後の親権問題を議論したと言ってらっしゃるんですが、それはその通りだというご答弁はいただけますか。いかがですか。森法務大臣。はい、今ほどご答弁した通りでございますが、共同親権制度についても意見交換を行いました。加田由紀子君。はい、確認させていただきました。同じくフランスですが、一昨年2018年の5月15日に在フランス日本大使館と日弁連が共催でハーグ条約についてのセミナーをフランスに在住する日本人の母親に対してパリで開催をしております。日弁連と共催で当該セミナーを開催することに至った経緯はどのようなものか、どちらから働きかけたのか、またそのセミナーの狙いは何か、またこのセミナーは狙いを達したと判断できるかどうか、外務省さんにお願いをいたします。外務省山中参事官。お答え申し上げます。外務省では、ハーグ条約の原則や手続き、これに基づき、子どもの連れ去り問題に関して受けられる援助などについて、より多くの方々の正しい理解を促進し、子どもの連れ去りを未然に防止することを目的といたしまして、幅広い広報活動を実施しております。こういった広報活動を含め、ハーグ条約の知見を有する弁護士等の関係者の方々とは日頃から連携をしております。ご指摘の2018年5月にパリにおいて、外務省および日本弁護士連合会が共催したセミナーも、このような目的のもと、広報活動の一環として実施したものでございます。加田由紀子君。ありがとうございます。今、質問の中に、このセミナーの狙いはお話しくださいましたけど、狙いは達したと判断できるでしょうか。いかがでしょうか。山中参事官。お答え申し上げます。先ほど申し上げたようなその目的のもとで、このセミナーを広報活動の一環として実施したものでございまして、主催者の我々としては、こうした目的が達成されたものと期待しております。加田由紀子君。はい、目的が達成されたというご評価をしかとここで確認をさせていただきました。さあ、このセミナーの中の話を直接私テープでしっかり聞かせていただきました。特に日弁連から派遣されたハーグ条約担当の弁護士さんが30分講演をしておられます。日本人の母親約70人が参加していたようですけれども、そのテープの音声記録と文字起こし記録を入手して見てみますと、逆にですね、ハーグ条約は連れ去りを未然に防ぐ、そして面会交流を進めるようにと、いわば両親がフレンドリーに共同養育に入れるようにということを狙いとしているわけですけれども、実はこのテープ起こしをもう一軸3度ほど読ませていただきましたけれども、ここでは逆にハーグ条約の適用を受けずに希望通りに日本に子どもの連れ去りをするにはどうしたらいいのかというようなことが行間ににじんでおりまして、私自身は大変驚きました。こういうことが在外交換で、しかも元の居住国へ返還することを義務付けているのに、その義務を逃れるためのさまざまなノウハウを伝授しているように思えてなりません。中には夫の DV の証拠を警察から取って、そして自分の医療診断書を取り、で DV シェルターに逃げ込んだ記録も取って日本に持ち帰るように、子どもと一緒にということの指南もしております。これはある意味で日本国内でも、連れ去り指南をなさる弁護士さんもいるということも伺っておりますけれども、そういうやり方と大変
に通っているのではないのかということで、外務省さんがこの内容を評価すると、あるいは広報活動として成果が上がったとお考えになるとしたら、外務省さん、それでよろしいんでしょうかと、再度のご質問でございます。山中参事官。お答え申し上げます。ハーグ条約は国境を越えた不法なこの連れ去り等が発生した場合には、原則として子を元の居住国へ返還することを義務付けております。同時に、同条約は一定の要件のもと、限定的に子を返還する義務を負わないことも定めております。ご指摘いただきましたセミナーにおきましては、このような点を含め、外務省及び日本弁護士連合会からハーグ条約の原則や手続き等について説明を行ったものであります。その時の議事録は持ち合わせておりませんけれども、今ご指摘いただきましたその講師の弁護士の方の見解として、我が国の裁判所において考慮されることがある例外的な返還拒否事由を説明したものと承知しております。その上で、講師の弁護士の方は累次、我が国の裁判所は簡単には返還拒否事由を認めていないとして、子どもを連れた安易な帰国は避けるべきとの趣旨の説明をしたと理解しております。これらを踏まえまして、この講師の方のご説明は、ご指摘のような指南をしたものではないというふうに理解をしております。外務省といたしましては、ハーグ条約についての正しい理解を促進し、この連れ去りを未然に防止することを目的といたしまして、今後もしっかりと広報活動に努めていく考えでございます。加田由紀子君。ありがとうございます。そもそも、離婚の後も父と母はフレンドリーに争わずに、できるだけ子どもの最善の利益をということが共同養育共同親権の背景にある哲学であり理念でございますので、ハーグ条約のバックもそれがあって、2011年から2014年本当に3年も4年も議論いただいたと伺っておりますけれども、その中央当局として外務省さんが今後とも子どもの真の利益のために国際的な活動の中心を担っていただけたら幸いでございます。できましたら次回はこのハーグ条約によってどういうふうに救われた子どもがいるのかというようなこともお教えいただけたら幸いでございます。類似のことで、実は欧州議会でも今年の2月19日に請願委員会、コミッティオンペティションでは、ドイツ、イタリア、フランスの請願者によって日本人による実施誘拐が議題となり、委員からは日本に対して具体的な行動を求める意見が出ております。具体的措置としましては、請願者からは日本対 EU 戦略的パートナーシップ協定、これ43条ございますけれども、それを停止するということや、あるいは日本人の EU 域内への渡航におけるビザ免除の取り消しなどが提案されたと伺っておりますが、政府はこうした事実を把握していますでしょうか。外務省さん、お願いします。河津参事官。お答え申し上げます。今ご指摘いただきました2月19日の欧州議会請願委員会において、ご指摘の議論がございました。請願者がSPA、日 EU 戦略的パートナーシップ協定の停止とか、日本人への訴訟免除取り消しに言及したというふうに承知をしております。これを受けまして、請願委員会におきましては、同日、日本での EU 市民の子どもの連れ去り等に関する本会議決議案を作成する等の方針を了承し、その件が3月9日から10日までの本会議で審議予定であったというふうに承知をしておりますけれども、これまでのところ、欧州議会本会議において、本件は取り上げられていないと、このように承知をしております。加田由紀子君。お詳しく対応いただきありがとうございます。欧州議会も実はこのコロナの問題で日程が短縮されてということを私も伺っております。また同じ日の請願委員会では採択提案されておりますけれども、今後
それこそ欧州議会議員や請願者の国に対して外務省さんとしてはどのような対応をしていかれるおつもりでしょうか。河津参事官。お答え申し上げます。我が国といたしましては、EU の関係者に対しまして、我が国の関連する法令でございますとか、あるいは制度、こういったことについて説明をしてきているところでございまして、これを継続していく、このような形で適切に対応してまいりたいと、このように考えております。加田由紀子君。ありがとうございます。実はフランス上院でも決議案がなされたということで、2020年の今年の2月5日です。日本におけるこの連れ去り問題に関する決議案が採択され、そして次のような意見がフランス上院ではございました。日本は特に民主主義、法の支配、人権、基本的自由を促進することを目的とする日本対 EU 戦略的パートナーシップ協定を尊重していない。先ほど申し上げましたその43条の文です。それからヨーロッパの大使たちは何度も日本政府当局、安倍総理、そして法務大臣に要請したが結果が出ていないと。このような決議がフランス上院でなされていることは、海外から我が国の家族法制に大きな問題があると思われている表れではないかと思います。また同じく今年の1月21日、オーストラリア大使が法務省を訪問して、離婚後のこの養育の在り方に関して議論をしたと伺っております。私がオーストラリア大使館から伺ったところ、オーストラリア大使館では裁判所の命令に基づく面会は最大接触したくても全くできないか、あるいは接触の機会が非常に限られるのが現状だと認識しております。そのような中で、先ほどのフランスの上院、あるいは EU、オーストラリア大使館からいろいろ国際的に見られている中でですね、今、家族法研究会を進めております。どのようなスケジュールで検討していただけるでしょうか。森法務大臣にお願いをいたします。森法務大臣。委員ご指摘のように、我が国の家族制度については、海外にもさまざまなご意見があると承知をしております。さまざまな主張の中に、例えば、子を取り返すための法的手続きがないなどといった誤解に基づくご主張等もございますので、それについては、我が国の法制度について正確な理解を得られるように、引き続き適切な周知、説明等を行ってまいりたいと思います。また、ご質問の家族法研究会でございますけれども、海外のご意見、そして我が国の中でもさまざまなご意見がありますので、これらの意見を参考にしながら検討をされているものと承知をしております。こちらの主催は公益社団法人商事法務研究会でございますが、その家族法研究会に法務省としても担当者を派遣をしております。現在、多岐にわたる論点の整理が行われており、今後のスケジュールは未定というふうに伺っておりますが、私としてはですね、毎回申し上げておりますけれど、父母が離婚した場合の子どもの養育の問題は、子どもの権利に関する問題でございますので、子どもの視点からですね、しっかり議論する、そして早期に充実した取りまとめができるように、法務省の担当者に積極的に議論に加わるように指示をしているところでございます。加田由紀子君。ありがとうございます。子どもは本当にすぐに成長します。一日も早くお願いをしたいと思います。時間がかなり迫っておりますけれども、最後に家庭裁判所についてですね、最高裁判所にお伺いしたいんですが、オーストラリア大使館から日本の主権に配慮しながらも家庭裁判所について4点要望がございます。面会時間の下限を拡大する、裁判所が接触について執行権を持てるようにする、裁判所に子どもの状態をチェックできる権限を与える、裁判所に手紙やスカイプなど親子間での接触を推進するよう促すということでございます。ここについて最高裁判所さんのご意見をお伺いいたします。
手島家庭局長、答弁ご簡潔にお願いいたします。お答え申し上げます。今、4点ご要望についてご指摘いただきましたけれども、1点目、2点目の点につきましては、制度の在り方に関わる事項のように理解しておりまして、この点につきましては、最高裁判所としてはお答えをする立場にはございませんが、最高裁判所としても、家族法研究会における議論の推移を注視してまいりたいというふうに考えております。また次、3点目の、要望の3点目で、子どもの状況等の把握という点についてのご指摘があったかと思いますが、面会交流事件において、子どもの状況等を把握することが重要であることはご指摘のとおりでございまして、面会交流事件における現在の家庭裁判所の一般的な運用としても、家庭裁判所調査官が心理学、教育学等の行動科学の専門的知見および技法を用いて、事実の調査を行うなどの方法を活用いたしまして、子どもの状況や意思、意向、心情を把握するよう努めているものと承知しております。また次のスカイプ等の利用による交流についてのご指摘でございますが、面会交流事件におきましては、事案に応じて適切な交流方法が検討されておりまして、父母が遠隔地に居住している場合など、手紙やスカイプ等のインターネット、テレビ電話を活用した交流が有効であるような事案につきましては、そのような交流を取り決める事案もあるものと承知しております。今後もより一層、この利益にかなう面会交流の取り決めが実現されるよう、各家庭裁判所における取り組みを引き続き支援してまいりたいと考えております。加田由紀子君、時間が過ぎております。ありがとうございました。時間が過ぎております。どうも皆さんありがとうございました。本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。